順番的に人参ですね、焼いてほぐしてます。これですね、火が通ってきたんで鷹の爪を。こんにちは。大阪の東心斎橋でルキナ料理ひろとというお店をやってる、土井浩二と言います。よろしくお願いいたします。で、早速なんですけど、今日は冬なのでかす汁を作っていこうと思うんですけど、家庭でも簡単にできる。でうちの店でもやってるんですけど、僕も20歳に料理人になってですね、今までかす汁という存在を知らなくて、関西のドロドロのかす汁ではなく、味噌汁と豚汁とかす汁をミックスさせたような、そういう感じの家庭でも飲みやすいかす汁に、仕上げていきたいと思います。では最後までよろしくお願いいたします。まずなんですけど、お鍋にごま油を少し入れていただいて、熱してきたら豚肉、これ豚バラですね。豚バラ、うちの店ではちょっとこだわってチャーミートンという鹿児島の豚を使ってるんですけど、それを軽く炒めます。で炒まったらもうこの状態で、お出汁ですね。うちのお店はかつおと昆布なんですけど、ご家庭でしたら市販のお出汁で十分だと思います。豚肉とか他に入れる具材でいっぱい旨味が出ると思いますんで。であと今日はもう切ってきたんですけど、もうこれ一食単に入れていきます。ただ一応順番的に人参ですね。人参、これはけど家庭でしたらもうちょっと大きい方がいいと思います。で大根、油揚げとかは油抜きとかしてるんですか？全くしないですね。する必要はないと思います。それも旨味になるので。で鮭は一度、焼いてほぐしてます。でこのままだいたい5分間ぐらい煮立ったら、あとは酒粕とお味噌、あとお醤油と鷹の爪ですね。それを加えて出来上がりです。むちゃくちゃグツグツじゃなくてもいいんでしょうけど、もう普通にこのような状態で炊いていただいて。具材がだいぶ小さかったですけど、何か理由はあるんですか？今回は撮影用のためにあえてちょっと小さく切ってきたんですけど、家庭でしたらこのカレーぐらいのゴロゴロサイズが一番いいんじゃないかなとは思います。わかります。カレーのこんなだとしたら沸騰しただけじゃ火通らないんじゃないですか。その場合はなんだろうな、旦那さん歯に健康がよくなんだろう、そしたら大丈夫だと思いますよ。めちゃくちゃパーソナル健康状態に。もうちくわも1本ごとも入れてください。切る必要はないですもん本当に。うちそれやったら店にお客さん来ないんで、今日あえてちょっと上品に、これお店バージョンなんですけど。で徐々に火が通ってきたんで、そしたらですね、ダマになりやすいんで、ご家庭でこういうざるとかがあれば、酒粕ですね。結構これ溶けづらいんで、こせてきたらお味噌とお醤油ですね。であと、アクセントなんですけど、鷹の爪をちょっとだけ、だいたいかす汁とかって一味振る方多いんですけど、先に入れておいたら少しだけピリ辛で美味しいかとは思います。これで完成です。
けど結構ですね子供さんも飲みやすいと思いますし結構あっさりしてるかす汁なんで旦那さんもお酒のつまみにもなるかとは思います。こちらで完成です。では早速いただきます。いただきます。どうぞどうぞ。すごく飲みやすく美味しいです。本当にあっさりと飲めます。関西のかす汁と比べてどうですか？でもやっぱりすごいあっさりとしてて飲みやすいかす。うちもお客さんで苦手なかす汁が苦手なお客さんもこれはすごい好きでよく飲んでいただきます。はい。お肉とかが入っていて珍しいと思うんですけど、これは何か理由があるんですか？そうですね、これが僕は豚汁、豚汁ですねが大好きで、それと味噌汁も好きなんですけど、ただかす汁が苦手、それを足して3で割ったっていうで、作り上げたのがこれですね。味噌汁、豚汁、かす汁のもうちょうど中間。いいとこ取りですね。そうですね、いいとこ取りです。それでは今日は本当にありがとうございました。いいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。